プロパティの数量と単位を定義する方法を説明します。Python API を使用して、プロパティを作成し、数量と単位を定義します。モデリングタブを開きます。コンポーネント、新規を選択し、コンポーネントを作成します。ジオメトリー、フィーチャー、ブロックを選択し、ブロックを作成します。動作設定、ビヘイビア、その他、Python スクリプトを作成します。Python スクリプトダイアログが開くため、デフォルトで記述されているソースコードを1行目以外削除します。温度を示すプロパティを作成します。コンプ、イコール、ゲットコンポーネントと記述し、Python スクリプトを設定しているコンポーネントを取得します。プロップ、イコール、comp.getProperty と記述し、コンポーネント内に指定したプロパティが存在するか確認します。テストアンダーラインテンパーチャーというプロパティ名を探します。if, not, prop, イコール、comp.createProperty と記述し、プロパティが存在しない場合、プロパティを作成します。実数を格納できるプロパティを作成するため、vc アンダーラインリアルと記述します。プロパティの名前はテストアンダーラインテンパーチャーとします。prop.value イコール 38.0 と記述します。コンパイルボタンをクリックします。コンポーネントグラフウィンドウのプロパティの表示がオンになっていることを確認します。プロパティを展開すると、テストアンダーラインテンパーチャーが追加されていることがわかります。テストアンダーラインテンパーチャーには38の値が割り当てられています。テストアンダーラインテンパーチャーを選択し、プロパティウィンドウの値を確認すると、38が反映されています。単位を確認すると、量やマグニチュードが選択されておらず、割り当てられていないことがわかります。温度の単位を追加します。app イコール get application と記述し、アプリケーション情報を取得します。quant イコール app.findQuantity と記述し、指定した数量が存在するか確認します。温度の数量を取得するため、テンパーチャーを探します。if, not, prop, quant イコール app.createQuantity と記述し、数量が存在しない場合、数量を作成します。数量の名前はテンパーチャーとします。数量のタイプはスカラーまたはベクトルを指定できます。ベクトルで数量を表すには、方向または力が必要です。例えば、時間と質量はスカラー、加速と重みはベクトルになります。温度には方向がないため、vc アンダーラインクアンティティアンダーラインスカラーと記述します。prop.quantity イコール quant と記述します。コンパイルボタンをクリックします。コンポーネントグラフウィンドウのテストアンダーラインテンパーチャーを確認すると、マイナス 235.15 度と表示されます。温度は摂氏、華氏、ケルビンで表すことができます。国際単位系、SI はケルビンを採用しているため、ジェミニのプロパティでは摂氏がケルビンに変換された値が割り当てられます。ケルビンの 0K は摂氏のマイナス 273.15 度に当たるため、マイナス 273.15 プラス38に変換され、マイナス 235.15 が表示されています。華氏に変更する場合は、ファイルタブのオプション、一般、パーソナライズ、単位で変更することができます。今回は摂氏を使用するため、Python スクリプトで値を変換します。ユニットイコール quant.getEffectiveUnit と記述し、指定した数量の情報を取得します。
今回は 38.0 度の情報を取得するため 38.0 と記述します。プリント、unit.name、unit.factor、unit.offset と記述し、出力ウィンドウに単位の名前、係数、0を基準とした場合の数量の差を表示します。コンパイルボタンをクリックします。出力ウィンドウに名前は摂氏、係数は 1.0、ケルビンとの差は 273.15 が表示されます。プリント関数にハッシュタグをつけてコメントアウトします。プリント 38.0 マイナス unit.offset と記述し、出力ウィンドウに 38.0-273.15 の結果を表示します。コンパイルボタンをクリックします。出力ウィンドウに 38.0-273.15 の結果、つまり、マイナス 235.15 が表示されます。コンポーネントグラフウィンドウに表示されている温度はマイナス 235.15 度のため、ジェミニのプロパティはケルビンプラス 38.0 の値を表示していることがわかります。ケルビンを摂氏に変換し、ジェミニのプロパティに 38.0 度と表示します。プリント関数にハッシュタグをつけてコメントアウトします。prop.value の 38.0 を削除し、unit.convert to canonical と記述し、指定した値の単位を変換します。今回は 38.0 の値をケルビンから摂氏の温度の表記に変換するため、38.0 と記述します。コンパイルボタンをクリックします。コンポーネントグラフウィンドウのテストアンダーラインテンパーチャーを確認すると、38度と表示され、摂氏に変換されたことがわかります。テストアンダーラインテンパーチャーを選択し、プロパティウィンドウの値を確認すると、38が反映されています。単位を確認すると、量にテンパーチャー、マグニチュードに度 C が割り当てられています。なお、プロパティの見た目上は摂氏に変換されましたが、内部的にはケルビンの値が割り当てられている状態です。プリント unit.convert to canonical 38.0 と記述し、出力ウィンドウに 38.0 の単位を変換した値を出力します。コンパイルボタンをクリックします。出力ウィンドウに 311.15 と表示されます。摂氏 38.0 度はケルビン 311.15K のため、ケルビンの値が実際には使用されていることがわかります。プリント関数にハッシュタグをつけてコメントアウトします。プリント、prop.value と記述し、出力ウィンドウにプロパティの値を表示します。コンパイルボタンをクリックします。出力ウィンドウに 311.15 と表示され、ケルビンの値が使用されていることがわかります。今回使用した Python API は、Help から確認することができます。Help タブをクリックします。Help をクリックすると、Help ダイアログが表示されます。目次、数式を開きます。単位指定をクリックし、組み込み単位をスクロールすると、摂氏温度と可視温度の項目があります。微項はなしになっているため、標準の単位として使用されていないことがわかります。再度スクロールすると、ケルビンの項目があります。微項は標準になっているため、標準単位として内部処理で使用されていることがわかります。ヘルプダイアログを閉じます。Python API をクリックすると、Python API に関するヘルプダイアログが表示されます。目次、Japanese、VC アプリケーションを開きます。メソッドをクリックし、単位の項目までスクロールすると、FindQuantity があります。FindQuantity は、ジェミニに登録されている数量を名前で検索します。リターンタイプの VC スカラークアンティティをクリックすると、数量の説明が表示されます。メソッドをクリックすると、
GetEffectiveUnit があります。GetEffectiveUnit は大きさや量の測定に最適な単位を取得します。リターンタイプの VC ユニットをクリックすると単位の説明が表示されます。メソッドをクリックすると Convert to Canonical があります。Convert to Canonical は指定した値の単位を変換します。プロパティの数量と単位を定義する方法の説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。